間を挟みまして第2試合の開始の時間になったの。まずは第1回戦のおさらいや。勝ち残った選手をバーンと紹介したってや、ナギ。おう。勝ち残った選手は以下の通りです。みんなの嫁レンファ様、花地軍師リン様、義唯一の非変態軍師フー様、我らが覇王カリン様、天下のホースアワワ軍師ひなり様、5のメガ周遊法メイリン様、天下の伏竜ハワワ軍師シュリ様、自称中の大将軍七の三、それに優秀の秀才パイレン様と円家随一の常識家トシさんの10名となります。なかなか濃ゆいメンツやけど、まあ一部を除いて順当っちゃ順当やな。だね。でも隊長ってば情けないの。恐るべし円家の幸運力。レイハ様の髪の毛とかお守りに入れたら売れそうやな。隊長、レイハ様のしっとりツヤツヤ10本ぐらい取ってきてや。一攫千金の好機やと思うねんけどな。直撃したらお肌が黒焦げになっちゃうの。っていうか隊長無事でよかったね。さすが天の御使いと言われるだけありますね。天の御使いってのが関係あらへんのやったらなんで隊長無事やったん？どういうことなの？よくわかんないの。先ほど選手たちがくじを引いていましたから、そろそろ発表される頃かと。クズでのろまな祈祷のくせになかなかやるじゃないかなの。下がっていいの、この早漏とてちん野郎。ほえ？さあ、最近セイさんとかシシュンさんに頼まれて新兵訓練を手伝ったりしてるの。ナギちゃんと魔王ちゃんもやってるの。隊長から教えてもらったカメラってやつが役に立ってるで。みんなスケベやからな。わーってるわーってる。新兵らの餌にしとるんは日常の写真だけやて。カリン様に罵られて恍惚とした表情のケイファとか、どんだけ真剣やねんって突っ込みたいくらい真剣に木刀を選んでるアイシャの写真とか。はい、自分自身とてもいい経験をさせてもらっています。聖様やシシュン様の訓練ぶりや部に対する姿勢など、とても勉強になりますね。ほんよー。それでは早速第2回戦の組み合わせなの。第2回戦第1試合、義の技師必殺技は鼻血目つぶし。この必殺技を持つがゆえにカリン様に召し抱えられたとか、そんな噂がまことしやかに流れている
鮮血の噴水軍師リン様。これまた微妙に反論できない。対するは5の中席にして琴の名手、乗馬の名前は言わぬが花や。思わずお菊ちゃんの準備をしてしまう乗馬に乗る名軍師メーリン様の登場や。何のことかよくわからんが、まあよろしく頼む。続いて第2試合の組み合わせを発表します。第2試合はなんと自軍の軍師を破って2回戦進出を果たした我らが大将、完璧超人カリン様。つうか軍師嫌やん。うるさいわね。カリン様が相手だからついつい本気が出せなかっただけよ。はーい、ツイン長入りました。ケイファに勝てたのはたまたまよ。ほんまかいな。そういうことにしておきましょう。じゃあそういうことでなの。カリン様の対戦相手は蜀の阿波軍師にして、実は戦術の天才であり無敗の魔女っ子ひなりちゃんなの。覇王が勝つか無敗の魔女っ子が勝つか、これは見ものですね隊長。続いて第3試合は、お、こりゃなかなか玄人受けしそうな組み合わせやな。誰と誰なの？義の知性派軍師風様対馬の出産から矢調達まで何でもござれの天才軍師、東南の風だって吹かせちゃうんやからな、天下の伏流首里様や。だそうですよ、首里ちゃん。正統派として頑張りましょう。はい、頑張りましょう。お次は第4試合なの。自称中の大将軍七野の登場や。つうかあんたどうやってレン様に勝ったんや？それが今世紀最大の謎なの。ちゃんと実力で勝ちましたよ。嘘や！嘘なの。実際どうなんでしょう。ほとんどとは？なんやそれ、実戦経験豊富な各国の主力軍師やんか。ああ、レン様化け物やな。勝てた人はいないの？それほどまでとは。しかしどうして軍師の方たちは歯が立たなかったのでしょう。せやけど勝った人らもおるんやろ？首里様まで負けているとは。へえ。で、ちょい待ち。ってことはや。レン様に勝った七野さんは天才でなおかつ経験豊富ということですか？今さら気づいても遅いですよ。ないない。ああ、それやと納得できるな。でも次の対戦相手にも円家の幸運力があるから見ものなの。
七野さんの相手はトシさんですね。円家随一の苦労人、知力34、脅威 93?93 だと？でも隊長、トシさん、円家本家の意地と誇りをかけて絶対に勝利するんですわよ。そうだそうだ、頑張れよトシ。もし負けたりしたら、円家伝統の白鳥の回しをつけたまま城門の前に立って、来る人来る人に「おはようございます」と満面の笑顔で挨拶させますわよ。そんなの嫌ですよ。ならサクッと勝っておしまいなさい。無茶言わないでください。知力34の力存分に見せてやれ。だから36だって言ってるでしょ。なんですお嬢様。レーハに負けたらダメじゃぞ。わらわはナナノの勝利を信じておるぞ。まあガンリョちゃんに負けることはないですよ。なんたって私知力41ですから。知力41の力見せてたも。はーい、お嬢様のために頑張っちゃいます。さあ、いろんな意味で固有イメンツの応援合戦は置いておいて、お次の組み合わせを魔王ちゃん紹介したってやなの。第5試合5の巨尻ではない、断じてないぞ。5の巨尻レンファ様や。だから巨尻ではないと言っておろうが。知らん、天下一品の美血も取るくせに細かいこと言うな。キャー、魔王ちゃんが切れた。落ち着け魔王、相手は王族だぞ。王族も王尻もあるか。対戦相手は普通の人や。一行で済ますなよ。なんだかこう胸が切なくなるじゃないか。組み合わせは以上、試合開始や。無視するな。では舞台脇に設置された水晶板を見ながらそれぞれの対戦を見ていきましょう。まずは第1試合のリン様対メイリン様の試合やな。で、あれ結構膠着してるやん。弓兵を中心に角翼の陣を敷いているメイリン様と騎兵を中心に据えて眼光の陣を敷いているリン様、お互い様子見といったところでしょうか。違う。びっくりした。突然現れんとってや。それでなくとも迫力ある顔やのに。さあしっかり
しろ。口から泡を吹いている場合じゃないぞ。はい、なんとか。落ち着いたところでおっちゃんに盤上の解説をしてもらおうか。故障についてはいささか抗議したくもあるが、まあよい、説明して信ぜよう。機体の軍師閣下と美州楼、この2人の盤上は一見して膠着しているかのように見えるが、だがしかし表面には現れない熾烈な主導権争いの真っ最中なのである。なんだってってな感じで驚いてはみたものの、何がどうすごいんかうちにはようわからんねんけど。同感だ。表面には現れない主導権争いってどういうことなの？説明を要求するの。よかろう。ではまず閣下の敷いている陣をよーく見てみるがよい。眼光の陣ですね。合ってますよね、隊長。眼光とはその名のごとく、狩りが群れをなして飛んでいる様を見立てた陣。空を飛ぶ狩りは気流や天候によってその陣形を自由自在に変える。すなわち眼光の陣とはどのような陣に対しても臨機応変に動くことができる陣なり。しかし考えてみよう。角翼とは鶴が翼を大きく広げる様に着目し作られた陣。その得意とするところは包囲殲滅。しかし角翼にも欠点があるのだ。その欠点とは？鶴の羽は薄い。いや、そりゃそうやけど。薄い羽を破ろうとすれば一点突破こそ上策。その策を見抜いているからこそ周囲は動けず、閣下は場の動きを見守っているのだ。ということはどういうことなの？どちらかが動いた瞬間、一気に決着がつく。リン様の右翼、メイリン様の左翼に配置されてる歩兵たちが鍵を握るってことですね。せやな。それに隊長、こっちの組もなかなか面白い試合してんで。第3試合、首里様対風様の戦いや。第1択と同じように膠着しとるで。互いに角翼を敷き相手の行動を伺っておるな。しかし諸葛孔明の右翼に配置された騎兵が動こうとしておる。誘いということでしょうか。多分そうなの。けど風様もそれに気づいてるっぽいの。せやな。けどあの騎馬隊を無視して首里様の陣に攻撃は仕掛けられん。どうやって対応するんか見ものやで。あ、風様が動いたの。先手を取
取らせておいて線の線を狙っているのはわかりますが、このまま場を膠着させていてもお客さんは楽しくないでしょうからね。シュリちゃん右翼の騎馬隊に対し歩兵部隊3つを投入しましょう。さあシュリちゃん、動いてみせてください。読まれているのに動くのはなんだか尺です。気にしない気にしない。お客さんたちが喜んでくれるのが一番ですよ。じゃあこれはあの陣はまさに鬼門遁甲の陣なり。将棋盤の上で鬼門遁甲の陣を再現するとは、さすが作詞諸葛孔明よ。ひとたびその陣の中に身を入れたならば、再び外に出ることあたわず。全軍が有機的に連動し、内部に取り込んだ敵部隊を殲滅する恐ろしい陣なのである。鬼門遁甲の陣を敷いた諸葛孔明に少しでも攻撃を仕掛けようものなら、なし崩し的に全部隊を陣の内部に引きずり込まれ、戦線が崩壊してしまうのだ。それにしてもすごい駒の動きやな。風様が仕掛けた歩兵の駒を最小手で取り囲んでってるで。風様、別の隊を繰り出しているけれど、また陣形が変わった。すごいの。動いた駒を片っ端から包囲していってるの。これぞ変幻自在、これぞ千変万化、恐るべし作詞孔明。なあなあ隊長、このおっさん作詞言い過ぎちゃう？大人の世界はようわからんな。見て見て、シュリ様の部隊の動きがさらに激しくなってるの。すごい、まさに辛酸、まさに希望って言ってる間に、上様の本陣が。これで次ですね。あやや、これはなかなか鮮やかに一本取られちゃいましたね。これは風さんが部隊を素直に動かしてくださったからで。ふふふ、お客さんを見せる動きを意識しましたからね。でもほら、お客さんたちもなかなか喜んでくれているのではないでしょうか。そうですね。こうやってみんなが喜んでくれることこそ風の一番の楽しみなのですよ。同感です。シュリ様もすごいけど、風様もさすがやな。あの方は普段ひょうひょうとしていてつかみどころのない方ですけど、一番冷静に周囲を見つめ、自分に与えられた役割をこなす方ですからね。いぶし銀ってやつなの。お褒めの言葉ありがとうですよ。よいしょ。
それぐらい知ってるですよ。フーはここで良いのです。お兄さんたちの解説の補佐をしてあげるのですよ。専門的な解説も時には必要でしょうしね。ふふふ。いえいえ、どういたしまして。なあなあ、フー様ってもしかして隊長の横に来たかったからわざと負けたんちゃうん？隊長の横の席しっかり確保してるもんね。強敵がまた一人現れてしまった。はい、そこの3人さん、こそこそ話もいいですけど、あっちの対戦もなかなか面白そうですよ。巨尻さん対普通さんの戦いがなかなか面白く動きそうなのですよ。どっちがどっちの部隊かも、どの部隊がどの部隊と戦ってるのかもわからんな、これ。なんて美しくない。なぎちゃん、たまに毒吐くの。どうやら2人とも攻め気が多すぎて混戦状態に陥っちゃったようですね。この状況を明確に表す言葉としては泥沼っていうのはどうでしょうか。泥沼、まさにその通りですね。うん、この卑弥呼、生まれてこの方、こんなに醜い戦場を見たのは初めてである。ない、数々の剣林弾をくぐり抜けてきたわしではあるが、これほどひどい戦場は初めてぞ。気持ちはわかるのですけれど、ついつい攻め気が出てしまう気持ちですよ。相変わらず鈍い人ですね、お兄さんは。きっとね、大会の景品を聞いたからなの。ズバリ隊長との1日合いびき券。あとはまあ粗品やな。まあいつものことやろ、気にしいな。やるなレンファー。だが次の一手で済みだ。白馬陣を敷いて一気に型をつけてやる。来るなら来てみろパイレン。我が伍の精鋭が白馬陣など外周一色で吹き飛ばしてやろう。やれるものならやってみるんだな。我が白馬流星陣は絶対無敵だ。バカの一つ覚えの騎兵戦法などそう何度も通用すると思うな。何をくらえ白馬流星陣。その時を待っていたわ。何？今だ。南海砲開発動。やる。だがまだまだだ。行け白馬の騎士たちよ。押し返せ鉄壁の者の二つよ。
なんや。楽しそうなの。口ではいろいろ罵りながらも案外いい相棒なのかもしれませんね、この二人は。どんなん？うわ、マジで？嘘やろ、こんなん。カリン様が押されているだと？うわー、まさかこんな風景を見るなんて思ったことなかったの。はい。でもひなり様もすごいです。カリン様の本陣を孤立させつつ周辺の駒をかっこ撃破していってる。なんつう部隊運用や。全部隊が最小手で最大限の効果を上げるように動いとるで。末恐ろしい女の子なの。さすが戦術の天才宝資源なり。また出た。さあしっかりしろ、さあ。そんなことは知らん。それよりもだ、あの二人の戦いを見て血湧き肉踊らんとは将として未熟なり。いや、そんなことないで。うちらも結構ワクワクしとる。ああ、次の展開がどうなるのか私では全く読めない。さすがカリン様にひなりちゃんなの。二人の戦いはまさに至高の知能戦なり。しかしその戦いもたった一つの癖により宝資源の勝ちとなろう。宋猛徳の傭兵は繊細にして苛烈だが、その動きには本人も気づかない癖があるのだ。なんじゃ、ご主人様は気づいておらんのか。まだまだ乙女心に疎いおの子よの。せやけどおっちゃん、あの完璧超人の大将に敗北につながる癖があるなんてうちらには信じられへんのやけど。まさにそこなり。どこ？宋猛徳の癖、それは完璧を目指しすぎるということよ。盤上を見れば一目瞭然。宝刀の一部隊に対し騎馬、歩兵、弓兵を一つ揃えとして当てておる。その一部隊に対してはなるほど宋猛徳の部隊が負けることはないだろう。しかし態勢を見れば戦場全域に宝刀の部隊が広がり、遠巻きではあるが宋猛徳の部隊を半包囲しておるのだ。ああ、本当なの。戦場全域を意識するというのは将としては基本中の基本。それをカリン様がお忘れになるというのは考えられないと思うのですが。しかり、そしてそこが宝資源の凄まじさよ。宝刀は宋猛徳の動きを10手先まで読み切った上でさりげなく部隊を動かして半包囲を完成させておるのだ。相手の手を10手先まで読み切るって。
そんなにすごいんだ、ひなりちゃんって。次元が違いすぎてよくわからないな。すみません。動かないのではなく動けないのであろう。王資源が先日の天才であるように、宋猛徳もまた不正室の天才であるがゆえに先が見えてしまっておるのだ。棟梁ね、もはや打つ手はないわ。おっと、第2択ではカリン様が蜀の天才軍師ひなりちゃんに敗れちゃったの。ひなりちゃんの傭兵術は神がかっていますね。駒の動かし方から見て、卑弥呼さんの言う10手先まで読んでいるというのは本当でしょう。相手にもよるでしょうが、およそ5手先まではなんとなく見えはしますね。ちなみに義ではケイファちゃんが4手先、リンちゃんが7手先といったところでしょうか。カリン様はリンちゃんと同じぐらいでしょうね。ただの鼻血軍師ならあの戦乱を生き残ることはできませんよ。蜀で言えばひなりちゃんが10手先というのは置いておくとして、シュリちゃんが8手先、ねねねねねちゃんが4手先、アイシャさんやセイさんは2手先、3手先ぐらいでしょうか。5ではメイリンさんが9手先、ノンさんが7手先、アシちゃんが6手先ぐらいですかね。シェレンさんとかレンちゃんは野生の勘で動いていますから、どこまで読めるのかはわからないですが。なかなか素晴らしい試合でした。眼福眼福。第1択、義の鼻血軍師リン様対5の軍師メイリン様の勝負はメイリン様の勝ちや。じれていた閣下に対し、片やどっしりと構えて好機を待っていた美州郎。経験の差がはっきりと出た試合であった。リン様が核翼の陣を破るため陣形を奉仕の陣に変えたところ、メイリン様はすぐさま核翼の陣から攻略の陣に変更。リン様の突撃をがっしり受け止めた後は乱戦状態を維持しつつ、自軍後方の遊撃隊をリン様の本陣周辺に移動させ、再び核翼の陣に移行。包囲殲滅したというのが試合の大まかな流れとなります。とにかくすごいってことだけで十分だと思うの。サワもあんな風に舞台を動かしてみたいな。メイリン様の傭兵術、ありゃ芸術やで芸術。あんな舞台の動かし方、頭のどこ押せば出てくるんやろ。もしかしておっぱい押したら出てくるんかな。本当にすごかった。傭兵とは
極めればこんなこともできるんだって改めて実感しました。実戦部隊にいると戦場の全体像って見えづらいもんね。せやけど将棋盤でこういう風に見ると戦場全体の動きってのがようわかるな。ああ、兵の命を預かる者として私たちももっと勉強しないと。ほいよ。ほんなら次は第2択の結果発表や。第2択、戦術の天才ひなりちゃんと棋王かりん様。結果はかりん様の投了という形でひなりちゃんの勝ちなの。志望相打つ素晴らしい試合でした。かりん様の凄さっていうのも改めて思ったけど、その上を行ったひなりちゃんは本当にすごいの。これぞクロート好みってやっちゃな。でもってお次、第3択は天下の伏竜首里様と義で一番軍師らしい軍師と評判の風様の対決や。シュリちゃんの素晴らしき采配により風は負けてしまったのですよ。まあでも皆さん結構楽しめたのでは？それは良かったです。お客さんの満足度もなかなか高かったの。せやな、これだけの歓声聞くと実況してるうちらも嬉しくなるってもんや。そうだな、気張っていこう。では続いて第4択の試合結果です。自称中の大将軍7の3対円家の福井63トシさんの戦い。なぎさん、さも自然に私の極秘情報を暴露しないでくださいよ。あ、すみません。脅威を読み上げるのなんだか嫌だったもので。もうお嫁に行けないよ。大丈夫だぞトシ、あたいがもらってやるから。そういう問題じゃない。では続けます。うわ、しれっと続けた。なぎちゃん案外鬼畜なの。7の3対トシさんの戦いは7の3の勝利となりました。うちは知らんな。サワも知らないの。私もです。わしも見とらんな。かけらも興味ありませんでしたしね。ひどすぎですよ皆さん。とりあえず7の3の勝ちということで次に行きましょう。じゃあ次なの。嘘、あれで終わりなんですか？私の華麗な活躍の解説とかは？大丈夫じゃぞナナの。わらわはちゃんとナナナの活躍を見ておったのじゃ。よくやったのナナの。褒めて使わすのじゃ。お嬢様嬉しいです。はいはい、あれはほっといて次行こう。第5択レンファ様対パイレン様の試合はパイレン様の勝利となりました。どういうことだ本郷。
私だって頑張ればこれぐらいできる。どうだ、見直したか？見直しただろう。ひひ、分かればいいんだ、分かれば。フーも順当にレンファさんが勝利すると思っていたのですが、何があったんでしょうね。そのあたりどうなんですか、レンファ様。空回りした。空回り？商品に目がくらんだ。商品が欲しいあまり思わず無理な戦をしてしまったと。まあ気持ちはわかりますが、5の王族としてはもっと頑張らないとですね。言い訳できんの。レンファらしいわね。でもお姉ちゃん、そういうレンファちゃんのこと大好きよ。ちょっと姉様、くっつかないで。お酒くさ。なんだか楽しくなってきちゃった。誰か助け。お酒くさ。良いではないか、良いではないか。残念なお知らせなの。5の前王シェレン様がしたたかに酔いつぶれ、妹である5王レンファ様をさらってネヤへと向かってしまいました。レンファ様のご冥福をお祈りいたします。ってわけで準決勝に進出したのはこの軍師たちや。1人目、経験豊富で技豊富、歴戦の大都督周公金メイリン様。2人目、見かけ通りで純情だけどおつむの出来は一味違う戦術の天才にして腐敗の魔女っ子宝資源ひなりちゃんなの。3人目、ハワはが口癖やけどやることしっかりやれますぜ。職の大上昇諸葛孔明首里様や。4人目、愛する主のためならば奇跡の勝利を捧げます。謎の勝ち上がりを見せる自称中の大将軍趙君にして7の3。そして最後は面白みもなく勝ち残っているパイレンさんです。以上5名による準決勝戦、この後すぐ。